よく若い人が工芸に興味を持っていないっていうようなことって聞くことが多いんじゃないかなと思っていて、実際に今多くの工房で後継者を作ることができていなくて、自分の代で工房は閉じてしまうっていうような話もよく聞くんですけど、実際三味線の業界でもやっぱり後継者を雇っている職人や工房っていうのはあんまり多くないのが現状で、私と同世代の20代とか30代の世代の職人っていうのはやっぱりかなり少ないっていうふうに思います。ただそうなんですけど、実際に見てみると実は若い人でも伝統工芸とか職人っていう職業に興味があるっていう人は結構いると思うんですね。で、先日私が働いている三味線工房の三元式国家っていうところで、インターンっていうのをやったんですけど、そこには6人の人が来ていただいて、20代の学生の方を中心にいろいろデザインとか音楽とか、文化とかそういったものを学んでいる方たちで、2日間で行ったんですけど、その中で私たちの工房の仕事を体験したり、あとはみんなで三味線をどうやったら普及させられるのかっていうような企画を一緒に考えたり、そういったことをしたんですけど、皆さん本当に興味を持ってくれて参加してくれて、私自身もまだそうですね23歳で、どちらかというとその教える側っていうよりも、その方たちと同世代として一緒に考えるっていう立場ではあったんですけど、すごく積極的に質問をしてくれたり、企画を出すところではそれぞれ自分なりのアイディアを出して三味線をどうやったら普及させられるかっていうようなことを一緒に考えてくださったり、すごく嬉しかったですし、自分にとってもすごい刺激をもらえた2日間だったなと思っています。でそのインターンを通して、それと同時にそうですね、この工芸の世界とか伝統工芸の中でのその後継者問題っていうことについて改めて自分の中で考えるきっかけにもなったので、今日は伝統工芸の後継者と、その工芸との関わり方みたいなテーマで考えながら話していきたいなと思ってます。で、このインターンシップっていうのが今結構いろんな都道府県で行われているんですけど、で全国各地の産地に応募があるみたいで、これを運営しているのが日本手仕事図鑑っていう会社で、この会社は日本のその手仕事を動画で記録して、図鑑みたいにいろんな産地のものづくりが見れるっていうようなメディアを作っている会社なんですけど、そこがこの全国の後継者インターンシップっていうのを運営していて、今回もいろんな話を聞くことができたんですけど、今回他の三味線以外にもいろんな産地でインターンシップを行っているそうでして、で他の産地でも同じようにたくさんの応募があるみたいです。で実際にインターンシップを行って、インターンシップに行って職人になる方も多くて、去年だと絶対確か30くらいの産地でインターンシップを行って、そのほとんどの産地で後継者を受け入れることになったっていうような話を
聞きました。で今回うちの三味線工房のインターンシップでも最初はだいたい30人ぐらいの応募があって、その中から6人の方に実際に工房に来ていただいたんですね。で最初こんなに応募してもらったんだと思って結構驚いたんですけど、こういった現状を見ると、その後継者を作ることができてないっていう工房は確かに多いんですけど、この伝統工芸とか職人っていうのに興味がある若い人っていうのは結構たくさんいるっていうことがわかります。そこでじゃあなんで興味のある人はいっぱいいるけど、その多くの工房とか職人が後継者を作ることができてないかっていうふうに考えると、これは本当よく言われることだとは思うんですけど、やっぱりその後継者となる人の給料とかを払うだけのお金がなかったり、受け入れる余裕がないっていう人が結構多いんじゃないかなと思ってます。でやっぱりこの伝統工芸っていうのが需要が減っていたり、景気が悪くて高いものは買えないっていうことで売り上げが減ってたりとか、いろんな要因はあると思うんですけど、根本的にはその需要が少ないっていうところが、この後継者問題にもつながっていますし、いろんな問題の根本的な原因だなとは思っていて、それで、あるその調査では、その伝統工芸の生産額っていうのが1980年代は5400億円だったのが、2010年代最近では1000億円を下回るような水準まで落ち込んでいるみたいで、でそれと合わせてその従業員、働いている人の数もだいたい5分の1ぐらいまで減ってしまっているっていうようなデータもあったりして、あったりするんですけど、そうですね、やっぱり後継者を受け入れるっていうことは、その分その人に教えるっていう時間を取らなくてはいけなくなったりもしますし、その今の現状の仕事のサイクルの中でその時間は取れないっていうような、その時間を取ると普段の仕事ができなくなってしまうみたいな場合もあったり、あとはやっぱり新しく雇うってなるとそれなりの責任があって、でそこまでして後継者を受け入れる余裕がないっていうようなことも多いんじゃないかなと思います。そうですね。でもこうした課題があるんですけど、この現場の中で少しずつ変わってきている部分もあると思っていて、例えば今回のインターンシップも最初から雇うっていうことではなくて、まずは仕事に関わってもらうっていうような、そういった意味があったんじゃないかなと思っていて、多分今までだったら職人になりたいって思った時の入り口っていうのがかなり狭かったり少なかったりするとしたんじゃないかなと想像するんですけど、例えば直接工房に行って話をしたりとか、なんか知り合いのつてを探すみたいなことが必要だったんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、ちょっとこの辺はあんまり実際のところはわからないんですけど、多分そういった入り口が狭かったっていうのはあったり、あとはそもそも世中で親から継ぐみたいな工房が多かったと思うので、私とか今回のインターンシップみたいに全く違うところからその産地に入るみたいなことがそもそも珍しい関わり方だったとは思うんですけど、ただこれからは、今回のインターンシップみたいにまずは関わってもらうみたいな、そういった関わり方の
多様化みたいな流れは、すごく大事だと思っています。そのいきなり弟子入りをするっていうことではなくて、何日かその現場の仕事を体験してみたり、あとは職人さんと今回みたいに一緒に企画や発信の内容を考えるとか、そういったふうに工芸とのその関係を作る入り口っていうのを増やしていくことが、この後継者育成っていう、後継者問題のその現実的な第一歩になるんじゃないかなと今回思いました。で、あとは関わり方もその職人になるっていうだけじゃなくて、例えば会社員をしながら土日に週末で自分で作るとか、あとは工芸品を買って応援するとか、その産地の発信を手伝うとか、あとは工芸のその発信を手伝うような仕事とかも今はあるので、そういった工芸との関わり方っていうのもすごくあるんじゃないかなと思っています。で、実際に自分も最初から職人を目指していたっていうわけではなくて、たまたまその今の工房と出会うきっかけがあって、工房に通うようにだんだんなってって、で徐々に興味が出てきて、結果的には職人になったので、最初はすごく小さな関わりでも、何か接点を作って、そこから少しずつ関わり方を、そうですね、それぞれの自分なりの関わり方を見つけていくっていうような人が増えたらいいんじゃないかなと思いました。なので今回のインターンシップもすごく自分にとっても意味があるものになったような気がしています。で、そうやって関わる人が増えていく中で、もう一つ大事になるなと思うのが、この何を継ぐのかっていうことだと思っています。先日石川県に九谷焼っていう工芸品の産地があるんですけど、九谷焼の産地に若手の職人の、研修っていうのがあって、そこに行ってきたんですよね。で、九谷焼っていうのは石川県の工芸品で、陶磁器、器みたいなそういう陶磁器に結構鮮やかな絵付けって絵を描いたりして絵付けっていうのをしてある工芸品なんですけど、そこの産地の活動とか、今の状況とか、そこで働いているものづくりをしている職人の考え方とか、そういったものを知る機会として、研修会っていうのを開催していただいて行ったんですけど、でそこではそのいろんな工房とか現地の施設を回って、とっても勉強になりました。でその中で、その中の一人のある職人さんが、こんなことを言っていたんですけど、その伝統工芸において技術を継ぐっていうところももちろん大事なんですけど、その人の思いとかものづくりに対する考え方とか、人間性みたいなところとか、心の部分を継承する、技術だけじゃなくてそういった心の部分も継承するっていうのがかなり大事なんじゃないかなっていう、そういうふうなことを言っていたんですね。で、僕もその言葉を聞いた時にすごい納得をして、伝統工芸って、古くからの歴史があって、その歴史の中でその世代世代の職人が
こうものづくりをつないできてるわけなんですけど、その中でその技術とか例えば素材とかっていうのはこう時代の中で変わっていくことがあると思うんです。ただその当時の人々がその時代に合ったものづくりをこう模索しながら作ってきて今もつないでいるわけなんですけど、なんかそういう変化があったとしても一つの工芸品っていうのをつないでこれてるっていうのはやっぱり根っこの部分にそういったその心の部分の継承がされているからなんじゃないかなと思っていて、なんで技術の継承は大事なことなんですけど、それ以上にその産地でその職人が何を大事にしているのかとか、こう何を思ってものづくりをしているのかっていうようなそういう考え方とか価値観っていうのも一緒に伝えていくのが、それが伝統工芸のその継承っていうものなんじゃないかなと、そういうふうなことを思ったんですね。で今回のインターンをやってそれを改めて思い出したんですけど、そうですね、今回のインターンを通して若い人たちの中には結構伝統工芸に興味があって工芸に関わりたいっていう人も多くいるっていうことを改めて今回感じました。で、これからはこういったその工芸に興味がある人が気軽に工芸に関わることができるような場所だったり、そういう入り口を自分たちが作っていきたいなと改めて思いましたし、自分もまだまだその修行中の身なんですけど、こう同世代の人たちがこう工芸っていうのをその難しい世界っていう風にはしないで、このポッドキャストみたいに発信をする中で工芸をもっと開いて関わりしろを増やしていって、それがこれからの工芸の未来をつないでいく一本になるんじゃないかなと思っているので、そういった環境を作っていきたいなと思っています。っていうところで今回はこのインターンシップがあったので、それを通して伝統工芸の後継者とかその関わり方っていう部分について考えてみました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。もしいいと思っていただいた方は、いいねとかフォローとかをしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。